こんにちは。やる気が出ない、続かない。そんな風に感じていませんか？実は、モチベーションに頼らなくても習慣は続けられます。この動画では、目的を見える化する方法、達成感を生むチェック法、ご褒美で自然に続けるコツをご紹介します。最後まで見れば、今日から習慣が続く自分になれるヒントが見つかりますよ。ぜひ、一緒に始めましょう。今日のテーマは習慣を続けるモチベーションの保ち方です。やろうと決めた時はやる気に満ちていたのに、数日経つとなんとなく面倒くさいなと感じてしまうことありませんか？モチベーションって最初は高くてもどうしても波があります。でもそれが自然なんです。人間の感情には揺れがあるのが当たり前。ではどうすればその波に飲まれず習慣を続けることができるのでしょうか？その鍵はモチベーションに頼らず仕組みと感情で動くことです。まず最初に大事なのは、なぜその習慣を始めたのかを明確にしておくこと。目的が曖昧なままだと、気持ちが揺らいだ時に続ける理由が見つからず、自然とやめてしまうからです。例えば、私が YouTube 動画を毎週アップするという習慣を作った時、最初はやる気に頼っていました。でも、仕事、育児、家事で疲れていると、今日はやらなくていいかなと感じてしまう。そんな時、私はノートにこう書き出しました。なぜ動画を出すのか。誰かの人生に勇気やヒントを届けたい。昔の私のように、悩んでいる人の力になりたい。自分が本当にやりたい人生に近づきたい。この原点を何度も読み返すことで、やっぱりやろうと前に進めたんです。モチベーションを保つ3つの工夫。なぜやるのかを可視化する。理由を書き出し、毎日見える場所に貼っておく。進捗を見える化する。カレンダーにをつけたり、チェックリストで達成感を積み重ねる。自分を褒める仕組みを作る。1週間続いたら、好きなカフェでご褒美タイム、など、成果が出るまで頑張るよりも、頑張った自分をちゃんと喜ばせてあげる方が、継続には効果的なんです。私のある友人は、朝活の習慣が3日坊主で終わってしまうことに悩んでいました。そこで彼女は、朝活をするときに毎回お気に入りのマグカップでコーヒーを飲むことを自分に許可したんです。朝活イコールちょっと特別なご褒美時間になったことで、気づけば3ヶ月以上、無理なく続いていました。今日のアクション。今日のワークは、次の3ステップです。あなたが今、続けたい習慣を1つ書き出す。その習慣を始めた理由を3つ書いてみる。続けた時のご褒美を1つ決めてみましょう。例えば、習慣毎朝10分の英語学習。理由海外旅行をもっと楽しみたい将来の転職のため子供に背中を見せたい。ご褒美1週間続いたら、お気に入りの紅茶で朝の読書タイム。モチベーションがなくても動ける人は、気持ちが揺らぐことを前提に、仕組みと工夫で整えています。だからこそ、自分を責めずに、どうすれば続けられるかを一緒に考えていきましょう。次回のテーマは感情の波とうまく付き合う。気分が落ちる日も自分らしく歩む方法をお届けします。今日も自分のペースで一歩を踏み出してくださりありがとうございました。本日の内容が少しでもお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご感想やご質問はコメント欄でお聞かせください。皆様の声をもとに、より実践的なコンテンツを発信してまいります。そして、この動画は人にも役立ちそうだと感じた方は、シェアしていただけると幸いです。今日からの一歩が、より良い変化につながることを願っています。ご視聴ありがとうございました。